皆さん、こんにちは。このビデオでは、日本語のカジュアルな疑問文のピッチパターンについてお話しします。皆さんもご存知のように、日本語では文の終わりに修助詞のかをつけると疑問文を作ることができます。例えば、行きますの後にかをつけると、行きますかという疑問文になります。では、ます形を使わないで、辞書形を使ったカジュアルな疑問文を作るときにはどうなるでしょうか？実は辞書形の後にそのまま修助詞のかをつけると、少し失礼な言い方になってしまうことがあります。例えば、行くかという言い方は文法的には正しいのですが、使う場面が限られます。このような言い方は、目上の人が目下の人に話すときや、とても親しい友人同士で話すときに使われます。また、女の人よりも男の人が使う場合が多いです。もっと一般的によく使われるカジュアルな疑問文では、文の終わりに修助詞のかをつけません。ただ、文の最後のピッチを上げるだけです。それでは、カジュアルな疑問文のピッチの上げ方を説明します。動詞の辞書形には、ピッチが下がらない場合と下がる場合があることを以前のビデオで説明しました。例えば、行くはピッチが下がらない動詞で、食べるはピッチが下がる動詞です。これらをカジュアルな疑問文にしたいときは、文末のピッチを上げます。ピッチが下がらない動詞の行くを疑問文にしたいときは、ピッチを下げないで、そのままくのピッチを上げます。それでは、ピッチが下がらない動詞を使ってカジュアルな疑問文にしてみましょう。遊ぶ、遊ぶ？聞く、聞く？勉強する、勉強する？次に、ピッチが下がる動詞について考えましょう。食べるを疑問文にしたいときは、るのピッチを一旦下げてからピッチを上げます。食べる？それでは、ピッチが下がる動詞を使ってカジュアルな疑問文にしてみましょう。飲む、飲む？来る、来る？起きる、起きる？ここで注意してください。このビデオでは東京のピッチパターンを紹介しましたが、ピッチパターンは方言によって違います。例えば、東京方言では、わかる？のピッチは一度下がってからまた上がりますが、大阪方言ではピッチが下がらないでそのまま上がります。このように日本語は方言や使う人の年齢によって違いがあります。久保園春夫先生の通じない日本語には、日本語のバリエーションについての
面白い話がたくさん書かれています。方言について知りたい人は、ぜひこの本を読んでみてください。まとめです。このビデオでは、動詞の辞書形を使ったカジュアルな疑問文のピッチパターンについてお話ししました。ピッチが下がらない動詞の行くを疑問文にしたいときは、ピッチを下げないで、そのままくのピッチを上げます。ピッチが下がる動詞の食べるを疑問文にしたいときは、るのピッチを一旦下げてからピッチを上げます。皆さんもぜひカジュアルな疑問文のピッチパターンを練習してみてください。